はい、こんにちは。こんにちは。今回はもみじ。そうですね。これは某愛好家の人が取り木をして、それでとりあえず鉢に入れて、でただひたすら適当に切ってただけなんで伸びてはいないんですけど、いらない枝がいっぱいあって、ちょっと鉢も大きいしっていうやつなんですが、ただ私はまだ葉っぱを見ていない、なので感じからすると山じゃないような気がします。枝が細いんです、すごく。この細さはね、この細かさはやっぱり織姫か舞姫だと思います。じゃあ化ける可能性がありますね。だってこんな細い枝でこんな目がちっちゃい山はね、まあ山だとすれば相当小葉ですね。でちょっとねかわいそうですよ。この鉢じゃ大きすぎるし、いらない枝が多すぎて、かっこ悪いので、これをかっこよく剪定して豆鉢に移したいと思います。今はもうベストシーズンです。上からの。葉っぱが赤くなってきましたからね。はい、じゃあやりましょう。お願いします。剪定から？剪定からいきます。この枝が、この裏枝になるんですけど、変な位置に生えてて、こう曲がって生えちゃってるでしょ。こういうふうに。これなくていいと思うんですね。この裏枝は私はいらないと思うので取ります。取るときしっかりと傷を任せるために飛ぶにならないようにね、ちゃんとこうやって、でこれね、ここの新枝、これがね邪魔なのね。ここにあるのが取ると、あとこの枝が長すぎるでしょう。長いからそっちが正面なんですよね。でもとりあえずこれはここで切ってみると、でここのいらない踊り枝、もみじって水吹くじゃないですか。でいつの時期ぐらいになったら切っていいんですか？今もう大丈夫ですよ。そうか、2月の一番吹くの1月の終わりぐらいじゃないか。なるほど。じゃ2月入ったら2月の半ば過ぎたら、もう目が早いところは動き始めちゃう。もう目が動いたら水出ません。で目が動くタイミングで植え替えもいいんですもんね。そうですそうです。今が一番何をやっても平気っていう感じでね。さらにまず枯れてる枝切る時にね、長く切っちゃってる枝をまず切っていって、余計な枝がない状態でもう一回考えるんですね。じゃないと全体像が見えないから。ということはこの枝がいらない。これ、この変なところから出てますからね。はい、これ取って、これがいらないで、こっちに来てる枝見えるかな。これこれはいらないでしょ。ね、これは全くいらない枝。これ重なっちゃいますからね。何しろ切ったカスっていうか、ちゃんと切ってくんないとね、後でね切り戻ししないといけないから、ある程度考えてねってほしいですね。考えるっていうのは、例えばここは必要な枝だから残すとか、そういうのも考えてね。ただ闇雲に切っていたんでは、違う枝、いらない枝が出たらすぐ取っちゃうぐらいの勢いで毎日観察しないと。もみじはすごい芽吹きがすごいから、これも真下から出てるからいらない。どうですか？だいぶ綺麗にはなってきたけど、こっちが前なので、この枝がいらないんですよ。これわかりますか？前はそっちなので、これはいらないと。ここら辺がちょっとごちゃごちゃしてるんで取りたいんですが、取って、難しいよ。説明しながらやってもあれなんですけどね。この枝をどうするか。裏枝、頭を意識しておけばなんとなく。そうなんですが、これいるかな。これも取っちゃおう。後ろにあるからね。だからね、考察するのも良くないですね。で、あとこういう絶対的に邪魔になる芽、不要なところから出た芽。そしたらばこの枝を取りたいです。これ裏枝なんですけど、
重なってるんですよね。私的にはこれはいらないと思います。この大きな枝、その下の今芽吹いてるとこ残した方がいいんだ。ここはここのこれは取ります。それ取っちゃうんだ。これ後ろ枝なんで、これはいるんです。ですよね。取るのはね、これがね伸びてるし、将来邪魔になる。これが逆に向いて生えてる。どんどん取っていくとね裸になっちゃうんですけどね、でも大丈夫、もみじはすぐ吹きますから。この枝がね、ここに芽があるから切っても平気なんですが、ちょっと寂しいのね、ここの空間が、だから今回はこれを取っておきましょう。こんなもんかな。伸びたら切り戻して、そう芽ありますからね。切り戻せば吹きますからね、大丈夫だと思います。だからあとはこれ大きい傷だけカットパスタつけて、あとは平気です。炭かなんかで塗っとけば、ちょっと手を濡らして、よしよしよし、なりました。これが後ろ。こうやって見るとちょっと裏枝が欲しいところですが、ここを残して今後伸ばしていくと、それしかないですね。だからビューって伸びないように気をつけないといけないけどね、でもここの下向いてたからね、それはちょっとね、ちょっと墨を気に塗る、気に塗るちょっとだけ塗って、本当はねこの枝切りたいってよね、だけどさちょっと長いんだよ今ちょっとね、だけど今切っちゃって頭が移動しちゃうかな、どうかな、こっち側に芽がないんでね、ここの下にこっちに向かって芽があればいいんですよ、ないから、そうですね、今じゃない気は、そう今切っちゃうと寂しくなりすぎて芽出しがねあれになっちゃうんでね、すごい。だからこういう素材買っとけばね、これでもし品種もんだったら、そうですね、結構ね、いいですもんね。グリーンクラブなんか行くとね、鉢の大きさ全然合ってなくてぐちゃぐちゃの売ってます。なるほど。意外なものがあそこは手に入るので、この間私すごいいいの買っちゃったソウルさんもねなんだこれと思ってね買ったの、庭梅でしたけどね、もう植え替えちゃいました。すぐ植え替えちゃいました。楽しい。結局ね、経験値が必要ですね、素材選びもね。そう、やっぱりどれがどういう風になっていくかを知らないと、木の種類もそうですよ。もみじとかね、松とかもう分かりきったやつはあれですけど、庭植えなんかね、どうすんのとかね、観察してないとダメですよね、どっから芽が出てどういう風に大きくなっていくのかとか、今頃こういう現象が起こるとか、枝枯れする木はどれとかが観察が一番ですね。何しろ商品盆栽とか豆盆栽は木の種類がとっても多いんですよ、だから意外なものがね展示されますからね、面白いって言えば面白いんですけど、これ何か網が入ってるのかな。うわー、大きい網、こういうことしちゃいけないようわ、こんな大きい網ついてんだよこれはね、植え替えのことを考えてこんな大きい網をつけてはいけません。絡んじゃうから、絡んじゃうよ、そうそう、穴よりちょっと大きめ、それで十分ですからね、網は。あとでね、大変なことが起こります。ほら、あとこの穴にこれはいらないでしょ作ってる人が見る可能性ありますか？ありますあります、ちょっと気になっちゃったんですけど、いいんですいいんです、お友達ですもんね。はいいいんです。でも粘りも、いや、取り木だからちゃんと四方根になってますよ、密集じゃないからね。この根っこをどうすっかね、取っちゃうと寂しいけどね。これ取りたいですねねえ、取りたいよね。下の根っこはどうなってんだよ。下も一応ありますね。ここで根っこがないなんてことになるとね、あれなんで、取りましょう、思いっきりが大切です。思いっきりが。雑木はね、結構根切っても、この時期なら。大丈夫です。でも結構立派だね。
でしょう、もったいないでしょう、最初の状態だとねちょっと分かんない、ぐちゃぐちゃだったからね、このくらいならこれと切っちゃうとかわいそう。これはあれだよちょっとね根っこんとこのねこれをねきれいに掃除してみましょう。そうね、前の粘りがないんだよね、後ろが張ってんだよ、だけどこれ裏表逆ですからね、どうしたって少しこうなる、こうやっちゃうと寝ちゃうんでこうなるでしょ。じゃあそこの根もちょっと、あれですね、出ちゃうか、でもこれは取んない方が、巻き込んでる根を切ります、まあよしとしましょう。植えてね何年かすればねなんとかなるでしょう。問題はこれ鉢だね。鉢だ。鉢はねここにあるのは合わないだろうな。形は何がいいんですか？やっぱ楕円か長方の朝鉢。ちょっと中角が上がるような感じのがいいのか。そう、サイズ的にはこれは深鉢なんですけど、これよりちょっと長いぐらい形がでもっと浅い、なるほど、この半分ぐらいでいいですよ、探しに行かないとないですね、持っていきます。探しに行きましょう。これじゃ大きいんですよ。大きいんですこれ、これの一回りちっちゃいぐらいがいいんだよね。もみじだから紅葉するんで赤い鉢じゃなくてなるだけ白っぽい鉢、これじゃあね昔の鉢だわ。ちょっと強すぎるでしょ角が。なるほど、角がちょっと強いねこれね。これは磯鉢。そうですね、磯さんのが結構あるんで薄鉢で、これいいんだけどな、サイズが横に貼ってていいんですよ、意外とないんだよね。こんなにあるのにね、鉢が。そう、特にこの形がこれいいんじゃない？ちょっと派手かしら。これしかない。この中で決めた。鉢選んできました。候補。これが却下。そう却下だった。こうね、はい、皆さんご覧になってください。こうでしょ。このくらい浅い方がかっこいいんだよ。ね、でこれがソライロ。だからソライロなんかいまいちや趣味の問題です。はい、これが紫。これでもいいけどね、浅いから。これが欲しい。これに植えたいんだよ私は。ただちょっとでかいんだよ。気になんないですか？まあ葉っぱがねこれから出ると考える。葉っぱが出ればね、出ればね、これいい鉢だよね。ボディは原さん。はい、ボディは止水さんで、描いたのが今井さん。これで盆栽世界にも出てました。そう、今井さんの鉢ですね。どうしましょう。迫力あっていいよね。いっちゃいましょうよ。いっちゃいましょう。これの方が私この鉢好きなんで、やっとお目見えしてきたって感じですよ。ね、こうでしょ。よっ。ありました。そしたらば、ちょっと荒すぎるんで気に入ってるような、言わないとない。もうがけ。これがね、あれなんですよ。ひっくり返っちゃうから、この鉢どっち前にしようか。こっちの方がくっきり出てんだけど、こっちの方が淡い感じだから、淡い感じのがわかる。この色の感じとこの色の感じ。濃いですね、こっちの。濃いでしょ。淡い方が合うと思う、もみじは。でこれが前に倒さなくちゃいけないんで、ここに土を入れないといけないんですよ。なるほど。先に。ただしこっちを止めてからだね。これじゃ無理かな。手前に起こしたいので先に手前を止める。穴が開いてない。根っこがうまく引っかかるか。難しいこれ難しいです。
豆はある程度器用じゃないとね、大変そうです。ちっちゃいから。はい。器用じゃない人は豆に挑戦しないと思いますよ、多分。普通サイズの木が止めらんないような感じだったら、ね。作業好きな人なのか。そう。だから工作する人も多いのかもしれない。そう。それでこっちにね少し粗いのを足して、下に沈まないようにしてから止めないとダメなの。この場合ここを引っ張ればいいんだよ。先にね土入れてある程度根っこ固定させてからじゃないと仰向けになっちゃうかもしれないので、このくらいで取って、あとはこっちじゃなくてこっち、穴が開いてない。残念です。ダメです。だからうちの網の方がいいんだよ。あれはどっからでも針金が出るの、これを押さえないといけないと、この根っこをギュッとね、だけどほら取れちゃうじゃん。だからまあ下の根っこでもいいか。ダメだ、引っかかりがないですね、これ。ということはこの根っこに絡ませるしかないってこと。向き変えれば大丈夫。はい、開いた。こういうね根っこがね四方粘りじゃないやつを一番大変なんだよね、押さえるのが。取れなければねなんとかね出てきますから根っこは。ここに針金の穴がね、開いてるとよかったね。これは原さんに原さんに向けて、長いやつは針金の穴開けてください。お願いします。ですよ。4箇所止めて。なるだけいっぱい入れてあげましょう。でこれは飾り砂だからあれですけど、ちょっと出てんね、足がねちょっと嫌味だねこれね。どうかな。まあでも裏ですからね。ないとねまた寂しいしね。真っ平らってわけにいかないから。よいしょ。終わりました。可愛いじゃないですか。可愛いけどね、取れちゃった。根がね張ってくれば、なんとかなると思います。やっぱこの枝やだね。後ろから見るとね嫌な枝がいっぱいあるんですよ。これもねちょっとまっすぐピュッて出てるんだけどね、でもまあしょうがないね、もみじだからね。そこまで文句言っちゃいけないね。じゃあ苔張りですかね。はい、張っちゃいます。この苔ねすごいの張りやすいの。大河君が取ってきたんですけどすごい細かいんで豆にはぴったり。粗くないんだよね。もわもわしてるっていう絨毯なんていうんだあれ。絨毯じゃなくてフェルトみたいな触り心地がフェルトですこれ。ふわふわなの。なかなか苔もねないからね。でも今回雨降ったんで、だいぶ楽になるんじゃないかと受け取る人は。苔はね、雨の日の次の日に取り行くと緑になってますから。そうどこに生えてるかねはっきり分かりますからね。アスファルトの端っこの方とかね、田舎の方行くと、そういっぱい生えてる。いっぱい生えてるけど、それを探すのが大変ですよね。その生えてるとこに生えてるんですけどね。意外とね掃除して捨てちゃうんですよ、町の人。はいでね捨てちゃうの。苔の色がちょっとね黒っぽいでしょ。張りたてだとどうしてもこっち緑なのにね水を含んじゃうから。やっぱ取りたい。取っちゃいます？気になってしょうがないさっきから。これもそうだよね。取ったらどうなる？でも取ったら本当に寂しいよね。寂しい気はしますね。寂しいよね。葉っぱ出てから考えましょう。はい、終わり。
いいですね。大木に見えるね。迫力あるでしょ。やっぱこの鉢素敵ですね。今井さん、今井さん、いい鉢ですよ。もっと作ってください。後ろのね、粘りもほら苔張ったらあんま目立たないでしょ。そうですね。こっちにね、同じだけね出ればいいんだけどね、なかなか何年かかるやら。贅沢は言わない。まあね、まあでも粘りはね、頑張れば作れますから。というわけで、立派なそうですね。盆栽になりました。手直ししたところでもうちょっとここ切りたい、あそこ切りたいってあるんですけど、そんなに全部切っちゃうと本当にね寂しくなっちゃうんで、まあ葉っぱが出ればまた雰囲気がガラッと変わります。あとどんぐらいで出そうですかね、葉っぱ。でここまで来てるからあと1週間ぐらいで新芽、まあパッて開くっていうより全体がね、来ると思うんですけど、気温が今日寒いけど、まあ15度以上になっていけば、じゃあもう本当1週間ぐらいと思いますよ。ちなみに目摘みはしますか？するよ。それはもうちょっと後？目摘みは本葉が開いて真ん中がピュッて飛び出るでしょ。だから本葉がこう2枚開いて真ん中ピュッて、それを取るだけ。取るんだけど、厳密に言うとほら芽が強いとこと弱いところがあるんですよ。この芽が強いのね、これがね、ここ太いでしょ。そうここに袴ってのがあるんですよ。私が若い時は先輩にこの袴を取れと。袴を取ると柄っていうの、葉っぱのこう絵みたいなんじゃないですか。葉っぱがあってこうピュッて、それが短くなるから、小さい木ほどそれが長いとおかしいので取れと言われたんだけど、でもこれもう小さいからね、もともとこの多分葉っぱが小さいやつだとするとそこまでやんなくても、山もみじのちょっとこう芽が大きいやつとかはやっとくと全然違う、まるっきり違うことが起こる。やるとやんないとというかね。3月いくつぐらい、まあ芽出たらですよね。葉っぱが出る前にやる。これを取るんだから。柄はね。柄を。で柄取っとくと開くでしょ。開いたら新芽がピュッて出たらそれを摘むんですけど、そうするとそこでストップして今度脇芽が伸びてくるので、順番にこうまあだから毎日見て1回は見て、1本あったらピッ、1本あったらピッってやっていくと形崩れないまんまそのまんま小さくていい木が、新芽も横全然今ないところからも吹きますから、そしたらこう例えばまっすぐの枝嫌だなと思ったら、切り落としてそっちの芽に切り替えられるので、先端は必ず目摘みをしないと。これからはそういう作業がありますので、そうですね、お気をつけください。はいちなみにあとこういうまあなんか素材ですよね、もしこれこうやったら良くなるんじゃないかなみたいな、素材選ぶ時のなんかポイントみたいなのとかあります？こういうやっぱ傷がないこと。これ今ここで切っちゃったから傷できましたけど、ほぼないんですよね。がっつり切ったところが、それとあとこれですか、これ木が上にいて太ってるんじゃなくてちゃんとこう苔順がちゃんとしてる、もう上の方太っちゃってたらそこで取り木するしかないから、あとはどうでしょうね、趣味のもんだからあれですけどね、ここがもうちょっとこうだったらいいなみたいなやつの方がいいのかな。それ自分で直せるかどうかが選択肢、多分直したら10倍かっこよくなるぞみたいなやつを探すのが楽しいかな、だって出来上がってる木植え替えたって面白くないから、そうそう、こっち半分取っちゃおうとか、この枝取っちゃおうとかって思える木で筋が良ければ、
お買い得で、逆にそういうのはお安いですから。そうですね。安い。あとあれですね。あ、これのここ取り木したらいいぞっていう、こういう枝があるやつとかを探してくるんですね。そう。取り木好きな人はね、もうこんな豆盆栽なのにこんな大きいの買うんですよ。で、ここだけ取っちゃうね。そうですね。で、あと庭に植えちゃったりしてね。そういうことする人もいますから。だからそういう風に皆さん楽しんでいただければと思います。はい。大丈夫ですか？お知らせとかあります？ 3 月。3月は特に何にもないんだよね。ないですか？ないですよね。4月はですね。4月は日本商品盆栽協会東京支部の展示会が今回初めて上野グリーンクラブを飛び出して、杉並の会館でやるんですよ。杉並、あれ気楽は？気楽展は6月。あれ6月か。去年合同展っていうのをやってたんですよね、ジュリアンでね。で、今回は6月に上野グリーンクラブでやります。気楽展は上野グリーンクラブに引っ越しをいたします。1階で山野草の販売をして、で、反対の長屋と呼ばれる長いところで、昔気楽そこでやってたんですよね。そこへ戻ってきてそこでやって、あと売店もうちとか何人かが外に出て会員の販売もありますので、結構山野草も見れて気楽店も見れて買い物もできるという6月の。でそっちはもう本当豆盆栽ですよね。気楽は、もうほとんど豆ですね。別に限定はしてないけど結構豆盆栽。じゃあこういう素材欲しい人は、大盆栽祭りかな。でその後気楽。そうですね。気楽はもうちっちゃいのばっかりなのかな、売り物も。いや、そうでもない。このくらいのありますよ。大盆栽祭り来れば何でもあるし、あとはもう上野のグリーンクラブの方に随時入荷してますので、そちらの方で探してみてはいかがでしょうかということですね。はい、そうです。結構面白いかもしれません。今日はありがとうございました。いや